それども今回はですね、この金の盾の色に合わせたウイスキーと、そんなウイスキーに相性バッチリなTボーンステーキを作っていこうと思います。で、まずこの紹介するウイスキー、イーガンズのボンダーズブレンドをですね、まずはストレートで味見してみます。すごいこのバニラ香、バニラとココナッツ感、すごい甘い香りがします。これ好きだな。このボンダーズブレンドってどうやらね、4つの樽で熟成されてるみたいなんですよ。で、飲んだ時こうちょっとね複雑な感じもありながら、最終的にはね一本の線にピタッと落ち着いてくるような美味しさがありますね。やっぱこういったアイリッシュウイスキーには当然同じアイルランドっていう土壌で育ったこのグラスフェッドビーフがね抜群に合うでしょうね。この T ボーンまあまあ厚みがあるんですよ。4センチぐらい多分あるんで、しっかりとね塩振っておかないと中まで染み込みづらいんで、割とねちょっとこんなに振っちゃうかっていうぐらいは振って大丈夫だと思います。あんまりね控えめにしすぎるとね味が決まらないんですよね、これは。ですよ、今回はキャトルポワブルを先にマリネしておきます。キャトルポワブルってあれですね、4カラーペッパーです。4つの種類の胡椒です。あんまり僕がね肉を焼く前に胡椒を漬け込んでおくことはなかなかないんですけど、今回はあえて、香りをねしっかりと肉に染み込ませておくために事前にしました。で、なんで4カラーペッパーにしたかっていうとね、このイーガンズのボンダーズブレンドが4つの樽で熟成されてるっていうこともあるんで、同じくこう4つの胡椒で肉の香りにね、奥行きを持たせてちょっと複雑味があるような仕上がりにしたら面白いんじゃないかなって思いました。我ながらいいアイディアだと思うんですよね。そう思いますよね。T ボーンはもう塩もして胡椒も漬け込んであるんで、あと焼くだけですから、付け合わせをね準備していきます。キャロットグラッセはやっぱり外せないですよね。あとはこの季節アスパラも美味しいですから、皮を軽く剥いてこれもソテーしていきます。アスパラといえば過去にアスパラの火入れにこだわりまくった動画出してるんで、それももしね気になったらぜひ見てください。このアイルランドのグラスフェッドビーフ、海外のシェフたちってどういうような感じで食べることが多いのかなといくつか見てみたんですけど、結構ねこうやっぱエスカルゴバターとかそういうのをつけて食べることがね多かったんですよね。なんで今回は大葉でエスカルゴバター風のものを作っていきます。大葉バターですね。玉ねぎとニンニク、あとは大葉を刻んで塩と、レモン汁で攪拌していきます。バターはねフードプロセッサーで回すときは冷蔵庫から出したてのちょっと硬い方がいいです。常温に戻しておくとねかなりテロテロになっちゃいますからね。テロテロで伝わりますかね。そうですね、なんて言えばいいのかな、なんとも言えないこうテロっとした感じになるんですよね、バターが。はい。あと例えばフードプロセッサーない場合はですね、バター常温に戻してそれぞれの材料をしっかりとみじん切りにしてボウルで合わせれば同じような感じでできると思います。そしたらこのようにラップで筒状にして冷蔵もしくは冷凍ですね。それじゃあ肉焼く前にキャロットグラッセを作っていきます。バターですね、少し多めに入れて、でバター溶け切るか切らないかぐらいでもう人参入れちゃいますね。で軽く下味の塩とローリエあるとすごくこう香りがねいい感じにつくんで、ぜひねこれは入れてほしいですね。それであとは水です。これだけですね。こうちょうど水を入れた時にジュワッとね沸くぐらいの温度帯がいいです。で見てもらうとね分かると思うんですけど、これぐらいの艶を出すのがキャロットグラッセですね。グラッセっていうのはこう
バターとか煮汁をねしっかりと煮詰めてツヤを出すっていうしっかりとした定義があるんで、これぐらいねツヤを出した方がいいと思います。さあそうこうしてるうちに別のフライパンでね温度が上がってきたんで T ボーン焼き始めました。だいたい強火でスタートは両面1分ずつぐらい焼きます。でこれ側面サーロイン側がね油がこう分厚い油あるんで、これもちゃんと焼いてます。だから1分ぐらいですかね。両面1分と側面1分ぐらいで、骨がね邪魔して綺麗な平らになりづらいんですよ。だから少しこうヘラとかで押してあげるといいかもしれないです。そうするとね焼き色綺麗につくんじゃないかなということで、一旦これでね引き上げますね。焼き色はこんな感じ。ちょっと油が多く出過ぎたんでこれ引き上げておきます。念のためねちょっと心温先に測っておきました。まだね全然ですね。常温でこの時はもう1時間ぐらい戻しておいたんですけど、なかなかねやっぱこの厚みありますからね、フライパンでいけるかなってちょっと心配だったんですけど、まあでもね今まで、何百個何千個ってね T ボーン焼いてきたと思うんで、何千個はないか。でもこの厚さの T ボーンでもこうやってフライパンで小刻みに両面焼いていくことでねいい感じに焼き上がると思うんで、まあ様子を見てみましょう。これぐらいしっかりと焼いたんで、結構もう T ボーンにはねいい感じに火入り始めてるんですよ。あとは仕上げに大葉バターを溶かして、それを T ボーンにまとわりつかせるような感じで仕上げていきますね。だいたい両面2分ずつぐらいですかね。弱火です。強火にしちゃうとねバター焦げちゃいますからね。で、こういったステンレスの棒なんかあったら心温一応測りましょう。多分もうベストな状態だと思います。あとはね、少しだけ休ませてからカットしていきましょうか。こうやってねラップでね保温しておくといいですね。でこの美味しいバターがねたくさん余るんですよ。なのでこれでアスパラをソテーしていきます。アスパラも言ってもねそんなに太くないですからね、十分これで火が入ると思います。入ると思いますというかね、これで火が入るんですよね。でアスパラのソテーが終わったら T ボーンカットしていきましょうか。これ骨にね沿ってカットするだけなんでそんなにね難しくはないと思います。骨付きで焼くことで骨から旨味とか香りがねしっかりと出て、それが肉にね移りますから、これだけでね美味しいんですよね。もうこれだからね T ボーンはやめれない。サーロインとフィレのね両方食べれるっていうところがまたねやめれない、止まらないです。さあそれで、火入れはねこんな感じで完璧じゃないですか。これぐらいの厚みのある T ボーンでもフライパンでこんな感じで仕上げることはできますね。それでサーロインの方とフィレの方、火入れがね若干異なるんで両方同じ感じに仕上げるのはねちょっと難しいんですけど、どっちも完璧ですね。というわけで盛り付けドレッセに行きます。もう T ボーンをねただ盛り付けるだけで十分絵になるんですけど、最後に仕上げの大葉バターも添えました。あとはこのイーガンズでハイボールを作って完成です。飲むとわかるんですけど上質なのに癖がなくて絶妙なバランスなんでハイボールに最適です。アイリッシュウイスキーといえば食後にゆっくりっていうイメージがあると思うんですけど、これはね食事と合わせて楽しめますからね、たまんないですよね。私はと言いますとね、ここのところとにかくハイボール飲む機会が増えましてね、どこ行ってもハイボール飲んでウィーってやってますね。うまい。この余韻はすごいな。この余韻ハイボールでこんなにめちゃくちゃうまい。複雑なフレーバーがあるけどでもピタッとちゃんと一点で止まってるこのバランス、これハマるわ。さていただきますか。この大葉のバターと一緒に。でも食べなくても分かるんだよな、これうまいんだよ絶対。
いや、このグラスフェッドとこの大葉のバターがね、こんなに合うと思わなかった。このアイルランドの地でね、放牧で育った牛肉、こう放牧のこの草の感じと大葉のこう、草の感じ、やっぱ親和性があるっていうのがね、これ分かりました。僕の中で解決しました。そしてこのね、同じアイルランド育ちのね、イーガンズのウイスキー、今回のボンダーズブレンドですね。これはめちゃくちゃもう合わないわけがないから、もう逆に言えばそのどれだけ合うかで言ったらもうとんでもなく合う。ほんとね、ちょっとしたプチ贅沢みたいな感じで、このアイテム、イーガンズのね、このボトル持っておくとね、めっちゃいいかもしれないですね。めちゃくちゃリッチじゃん。うまい。手が届く贅沢として食事のお供にビーガンズ、ぜひおすすめです。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。アビアント。右側、生ウニを添えてある方がコンソメのジュレをご用意してます。お塩を入れて、じゃあ、わら焼きにした、スマダツオでございます。